こんにちは、ゆなと申します。ご視聴いただきありがとうございます。ただいま風邪をひいておりまして、鼻声で失礼します。今回の動画は2025年2月の給料日ルーティンと家計簿の締めをお送りしようと思います。動画が遅れてしまっているので、今回は家計簿の動画と一緒にしました。はじめに我が家の情報です。30代夫婦で4人家族、転勤族で家は賃貸で家賃補助があります。車は1台所有でローンはありません。それでは夫のお給料額を発表したいと思います。夫のお給料額は24万9662円でした。今回は25万円を切ってしまいましたが、頑張って働いてくれた夫に感謝しつつ振り分けます。まずはじめにお財布の中身をリセットします。お財布の中に小銭が217円残っていました。お札はないようです。小銭は210円コインケースに入れて、7円はお財布に戻します。このコインケースのお金は子どもの学校や幼稚園の集金に使ったりしています。我が家はキャッシュレス決済を利用していて、こちらに書かれている項目が口座に残しておくお金です。それでは現金で管理しているお金を振り分けていきます。ファイルに積み立てているお金、お米代3000円、管理シートに残金を書いてリフィルに入れます。この管理シートはストアーズで無料配布したのですが、10名以上の方にダウンロードしていただきました。ありがとうございます。嬉しかったです。美容院代5000円、飲み会代4000円。1月に夫が飲み会に行ったので、ここから持って行ったようです。医療費5000円、娯楽費3000円、3000円追加したので残高が1万1000円になりました。習い事4500円、ファイルの振り分けはこれでおしまいです。夫のお小遣い1万5000円、封筒に入れて後で渡します。次に食費、現金で管理している分2万5000円、もう半分は B43 というプリペイドカードで決算しています。現金で支払うお店に行くことがあるので、半分は現金、半分は B43 を使っています。家計簿を都度つけるのが苦手なので、決済と同時にアプリに記録してくれるプリペイドカードを使っています。私のお小遣い2000円。今見ているのは私のお小遣い用のお財布に入っていたお金です。それを数えていました。2000円足して8000円になりました。次に子供のお小遣い280円。両替して貯金箱に入れています。そしてプリペイドカードにお金を入れておしまいです。プリペイドカードにはクレジットカードからお金を入金しています。カードの残高が4万2000円になるように入れています。今月は住んでいる地域でデジタルポイントがもらえるキャンペーンがやっていました。1人3000円だったので
我が家は家族で1万2000円分いただきました。日用品を主に1万2000円分購入しました。そういえば洗濯洗剤にこだわりがないので、粉洗剤がコスパがいいと聞いたことがあって、今回は粉洗剤を買ってみました。トイレットペーパーやティッシュもたくさん購入できました。夫が出張の時に食べるサバ缶なども買いました。こちらは地域のポイントではないのですが、ドラッグストアで貯まったポイントで購入したものです。今月は娯楽費でまた日帰り入浴に行きました。いつもは夫が子供たちと入っているので、夫はサウナが好きなんですが、いつもサウナには入れていませんでした。今回は1日がかりで行ったので、子供を交代で見て、夫はゆっくりサウナに入れたようです。幸せだーと夫が何度も嬉しそうに言っていたので、行ってよかったなと思いました。続いて家計簿を締めていきたいと思います。2月15日から3月14日までの家計簿です。収入、夫のお給料が24万9662円。児童手当があったので4万円。以前の動画でテレビを処分したので NHK を解約するという話をしたと思うのですが、解約できて返金されました。なので返金額も収入に入れたいと思います。先ほど動画で紹介したポイントを使った分、18,942円。今回は収入に書きましたが、家計簿を書き終えてみて、ポイントを収入に書くと、私の中で訳がわからなくなってしまったので、次回からはポイントを収入には含めずに家計簿に書きたいと思います。収入の合計金額が31万3333円。はじめに固定費です。動画が長くなってしまうので、いつもと変更のある箇所のみ読み上げたいと思います。携帯代7541円。夫のプランで割引されていたのがなくなり高くなったかと思います。そろそろ携帯も乗り換えて見直したいと思っているのですが、なかなか行けていません。給食費4350円。ガス代1万497円。53立方メートル使ったようです。我が家はコンロとお風呂がガスなのですが、最近お風呂の温度が設定している温度よりとても暑い日があります。また大家さんに話さないといけないですね。電気代12,106円。電気はオクトパスエナジーを使っています。こちらもそろそろ乗り換えしようかなと検討中です。水道代13,950円。使用量は48立方メートルでした。光熱費の合計は36,553円。固定費の合計が92,087円。我が家は転勤族で、お給料は家賃が引かれた金額で振り込まれているので、家賃は記入していません。続いて変動費です。変動費ですが、先に申し上げると間違いだらけです。今回はポイントをたくさん使うことができたので、記入漏れなどがありました。この後たくさん修正したので、ここはさらっといきます。現金で使った食費
驚愕の43,054円。B43 で使った分が18,956円。食費の合計は62,010円。いやー、オーバーすぎますね。いつも購入するものなどはお話ししたことがなかったと思うのですが、我が家は週に卵最低3パックは購入しています。だいたい4パックぐらいが多いかなと思います。タンパク質をできるだけ家族にとってほしいので、卵は購入頻度が多いと思います。あとは豆腐を3つセットを3パック、納豆も同じく3パック、牛乳は1本、豆乳も1本、毎週買っているかと思います。続いて外食費8,778円。これは温泉での食事も含まれています。日用品代が4,576円。この金額は間違えていて、後で修正しています。ガソリン代9,193円。ポイントを使ったので間違えているので一旦飛ばします。変動費はもう一度後から訂正します。続いて積立費、給料日ルーティンで振り分けたお金で、飲み会代が4,000円、娯楽費3,000円、医療費5,000円、米代3,000円、美容院代5,000円です。合計2万円。実際に使ったお金が娯楽費で2,960円、医療費で4,892円でした。私の子宮頸がん検診と乳がん検診、それと2月の末に家族で胃腸炎になりました。胃腸炎の後に夫が結膜炎になってしまったので、その目薬代が含まれています。胃腸炎、いやー、次男から始まり夫に移り、みんなが回復した頃に私がなるというね、まだ流行ってますよね。皆様もどうぞご自愛ください。続きまして、貯蓄 NISA で53,333円。こちらも後から修正しています。来年用の特別費16,000円、旅行費で5,000円。先に家計簿の収支を出す前に特別費に行きたいと思います。特別費、我が家の特別費はお給料からではなく、前年に貯めたお金から使っています。日用雑貨費で13,44円、イベント旅行費で79,960円。詳細は別のシートに記入していきます。今回の特別費は合計131,977円使いました。まず、今年義両親と旅行に行きたいからと貯金を始めましたが、義両親に日程を確認したところ、お父さんの体調があまり良くないということで、それなら帰省してほしいなと言われたので、旅行貯金はそのまま貯めることにして、今年は一度帰ることにしました。その飛行機代が79,960円。最安になるようにいろいろ調べて購入しました。被服費で1,623円。長男の靴下を買いに西松屋に行ったら、ちょうど底値セールがやっていたので、少し服を購入しました。そしてふるさと納税で4万円。サトフルのアプリから購入するとポイントアップで 20% 還元のキャンペーンがやっていたので、今回も購入しました。去年ふるさと納税をサトフルでした時にいただいたポイントは PayPay に交換してポイント運用に5,000円分ほど投資しました。日用雑貨費で13,44円。夫が仕事に持っていくお茶や家に置く棚、あと
子供の習字セットなどを購入しました。特別費の合計が13万1927円。年間の特別費の合計、使った合計が20万4021円。特別費は109万1000円を用意していたので、残金が88万6979円となりました。話が前後して申し訳ありません。変動費の日用品代を間違えていたので修正しました。金額は1万3588円。地域のデジタルポイントで1万2000円分購入した分を足しました。また食費の金額も間違えていたようで4万3440円に訂正しまして、食費の合計が6万2396円。変動費の合計金額は9万3953円となりました。収入が31万3333円、支出は28万373円となり、残りが3万2960円。黒字かと思いきや、児童手当があっての黒字となってしまったため、それは去年もなかったので、NISA の金額を減らして調整しました。収入が31万3333円、支出は27万3333円。今月の残金は児童手当分の4万円となりました。ポイント貯金は0円です。年間の貯蓄額が4万9242円。ポイント支払いしたレシートをさらっとお見せしたいと思います。これはガソリン代で1500円分のポイントを使いました。こちらもガソリンで3642円分ポイントを使いました。地域のポイントはこの3000円とこの3000円とこの3000円と複数のレシートで3000円分でした。これはドラッグストアで貯まったポイントを使った時のレシートです。1800円分のポイントです。今回ポイント貯金はできませんでしたが、リサイクルショップに子供服を出しに行ったので1150円分の利益がありました。これをそのままポイント貯金として入れたいと思います。今回の動画はここまでになります。間違いだらけの家計簿で見づらいところもたくさんあったかと思いますが、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。